はい、では8時に20時になりましたので、本日の MS テックキャンプ始めたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。ではですね、早速ですが、オープニングということでですね、いつもの MS テックキャンプ同様ですね、本日の、ことですね、だったり、いろいろと、アンバサダーについてもお話しさせていただければと思います。よろしくお願いします。で本日の議題は、イマージンカップ2021の出場チームの提案技術を学ぼうということで、そうですね、ハッシュタグ MS テックキャンプ JP をつけて、どんどん、本日の内容をツイートしてください。本日は YouTube ライブ配信は行っていませんので、後日の、映像配信となります。なので、Twitter が、皆さんの、イベントの、中身を知る、唯一の方法なので、ぜひどんどんやってみてください。で、質問、感想など、どんどん、チャットにつぶやいてください。お願いします。はい。で、そうですね、ありがとうございます。拍手。で、ご自身のアウトプット活動へのフィードバックになりますので、QR コードを読み取っていただくと、ハッシュタグについては簡単にできます。そうですね。で、左下の YouTube の、アーカイブがあります。本日は、ここ、もうすでにレコーディングしてありますので、こちらですね、終わり次第、こちらにアップロードしたいと思います。ぜひ皆さん、ここから、チャンネル登録お願いします。で、マイクロソフトランスチューデントアンバサダーというのは何かというとですね、マイクロソフトが運営するグローバルな学生コミュニティです。マイクロソフトオフィスがある世界100カ国以上で3000名を超える学生がアンバサダーとして活動しており、日本には10名ほどが在籍しております。この地域の技術コミュニティのリーダーとなりインフルエンサーに学生の学びを支援し自身も成長というこの2つをミッションとして活動しております。で、MS スチューデントコミュニティということで、スラックグループを、作っております。アンバサダーが運営しており、マイクロソフトの技術に関することを気軽に質問できますので、ぜひぜひ、この左下の、リンクから、入会したい方は入ってください。お願いします。で、リコメンデッドフォーコンテンツ for Student ということで、Microsoft Learn for Student は200個近いラーニングコンテンツがすべて無料で使えますよというコンテンツ。そして Azure for Student は年間100度分無料の学生限定 Azure アカウントを使えますよというところですね。あと、Microsoft Learn Student Ambassador、Microsoft が認定する学生向けグローバルプログラムです。日本には10名ほどが、在籍しております。はい。ということでですね、はい。本日の、コンテンツです。ありがとうございます。発表されている方以外は、ちょっとすみません、一旦ミュートにしていただけると幸いでございます。ありがとうございます。すみません、お願いします。でですね、初めに、今、運営から話がありましたが、次、引き続き私、竹内からイマージンカップとはについての説明、その後、お待ちかねの、本年度の、イマージンカップに参加した2チームから、提案技術の紹介をしていただいて、最後に、Q&A セッションですね、長く取りますので、ぜひご自由に、チャットでもいいですし、コードでもいいですし、お任せします。皆さん質問どんどんお待ちしております。ちょっと緊張してます。じゃあ、いきます。はい、ということで、まずこのプレゼン以上となります。ありがとうございました。で、次が、これをまず終了して、でですね、やばいやばいやばい、メモが見えちゃう、メモが見えちゃう。はい。ということで、次いきます。よいしょ。はい、皆さん見えていますでしょう。見えてないわ。見えてないので共有しますね。よいしょ。音声共有画面に。はい、皆さん見えておりますでしょうか。多分大丈夫だと思いますので、そのままいきたいと思います。サイリンクスチームの、プロジェクトリーダーをしている東京大学の竹内と言います。で、今回ですね、イマージンカップに参加しようということで、私から7分ほどイマージンカップの紹介をさせていただければと思います。私の自己紹介ですが、マイクロソフトイマージンカップですね、本日紹介する大会の昨年2020年の大会で国際準優勝をしました。失われた声を取り戻すデバイス、サイリンクスというプロジェクトをしていまして、で、同じ年にですね、このランスチューデント、マイクロソフトランスチューデントアンバサダーに入り、主にイマージンカップの宣伝広報関連イベントの担当をしております。今回の MS テックキャンプもそれつながりで、イベントを起こさせていただきました。で、サイニックスの製品化をしたいなというふうに考えております。で、先ほどから何回か出ているこのマイクロソフトランスチューデントアンバサダー、なんぞやということなんですけれども、こちらですね、マイクロソフトの活動を支援する学生パートナーとなっております。
で、そうですね、今ですね、リンクを貼ります。ちょっとお待ちください。また見ちゃいました。ごめんなさい。マイクロソフトランスチューデントアンバサダーのリンクを貼ります。いや、今ですね、チャットの方に貼りました。ここから、お申し込みできますので、ぜひぜひどんどんお申し込みください。マイクロソフトの活動を支援する学生コミュニティで、入ると、いろいろな特典がありますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。で、イマージンカップとは何かというところなんですけども、約170カ国、数万人の学生が参加する世界最大の学生開発コンテストです。優勝賞金7万5000ドルとマイクロソフト CEO のメンタリングを受けることができます。社会課題を解決し、困っている人々を助けるプロジェクトが通りやすいということで、今年もすでに結果が出ております。今年はですね、カテゴリーごとに地球、教育、ヘルス、ライフスタイル、の4つのカテゴリーで、それぞれチャンピオンを決めて、で、最後、この中からチャンピオンを決めたと。で、今年のチャンピオンはこのヘルスの領域のケニアの、チームレワバが、取りました。で、これどういうチームかというと、IoT を使用した乳幼児の病気に関する早期警戒システムです。デバイスを用いて乳児の体重や健康状態を遠隔地にいる医師に送ることで、病気の早期発見と死亡率を下げることが目標となっています。で、使用している技術は Azure DevOps やカスタムビジョン、Cosmos DB ということで、かなり、凝ったアプリケーションを作っていますが、もともとこういうやっぱり人助けですね、今回ですと、こういう乳幼児の病気というような何か社会課題をこう解決するプロジェクトがこう賞を取りやすい傾向にあると思います。で、私がやっているものは、その喉頭がんや咽頭がんなどの病気によって失った声を取り戻すデバイス、サイリンクスというのをしております。で、もともとですね、こういう棒状のデバイスがあってですね、で、これをですね、ボタンを押すと先端が振動するんですけど、これを喉に押し当てて口パクをすると話せるんですね。ただですね、どうしても片手を塞いで使用しなければならなくて、ロボットみたいな音声しか出なくて、悪目立ちして人前でちょっとやるの恥ずかしいっていうデザインなので、私たちはハンズフリーで人間に近い声を生成し、かつ、この快適なデザインというところを取り組みました。で、実際に声についてですね、音声を流します。従来の EL との比較をお聞きください。あいうえお、こんにちは。こんにちは、竹内正樹です。こんにちは、竹内正樹です。まだまだ、変えるの余地はありますが、このように、自然の声に近づけているということですね。で、私たちの、プロジェクトに興味がある方は、こちらの、リンクからどうぞお越しください。で、次ですね、イマジンカップの僕の経験についてはですね、スライドシェアに載っています。以前ビルドの前夜祭でお話ししましたので、こちらに関しても、リンク上げておきますので、ぜひご覧ください。で、私たちはですね、世界トップ3に、準優勝ですね、なりまして、で、反響としてはですね、マイクロソフトさんのニュース記事に取り上げてもらい、実際の使用してみたいユーザーさんからの連絡があったり、BS 日テレ東の日経プラス10という番組に出演をしました。で、イマージンカップに出るとですね、自分たちの活動が世界的に認知されます。たくさんの世界の学生と知り合い、そして Azure クレジットを無料でもらうことができます。ここに映っている子は、この僕の都市のチャンピオンですね、香港のチームのキャメロン君なんですけれども、とても仲が良くて、お互いにインスタグラムをフォローする仲になりました。このような世界的な友達が作れるという点でも、イマージンカップ、かなり、出てほしいというか、出た方がいいというふうに私自身思います。出てよかったと思っています。でぜひぜひ、興味ある方ですね、またリンクをチャットに投げますので、こちらからどうぞ、GO ということで出てみましょう。興味ある方はぜひお願いします。そしてですね、イマージカップジャパンコミュニティスラックということで、過去の世界大会出場者によるスラックグループを作りました。書類出願や世界大会へ進出した際のプレゼンのメンタリングをしてくれます。はい、このようなメンバーが、入っております。結構日本からも世界大会出てるメンバーが多いので、どしどし聞けるという、いい環境ですね。なので、興味ある方、こちらに私の SNS やメールのリンクすべて貼っておきますので、興味ある方は、こちらまで、どれか、SNS を使ってアクセスください。で、お待たせしました。本日のアジェンダ、昨年日本から出場した2チームの方にどんな技術を提案したのか発表してもらいます。チームエージェントオブチェンジ、東工大のチームとマスカ、ドイツ大のチームですね。で、チームエージェントオブチェンジは世界トップ40に選ばれました。ぜひぜひ、興味があると思いますので、早速、行きたいと思います。では、共有を停止して、でですね、早速ですね、では、ありがとうございます。アルさん、どうもどうも。今日はよろしくお願いします。こんばんは。はい。ではですね、アルさん、画面共有は大丈夫ですか？画面共有いってますね。で、はい。
OK です。わかりました。はい。で、一応英語の字幕が下に出るようになってますので、英語で、お話しください。皆さんこんばんは。私たちは留学生なんですけど、日本語の発表力がそんなに高くないので、英語で発表させていただきます。じゃあ、we are from Team Agent of Change. We present this project for this year's Microsoft Imagine Cup World Final. And our project is called Ujian. This is a platform agnostic lightweight chatbot for online assessment. Firstly, I would like to introduce our team members. So the three of us in our team are PhD students at Tokodai. So and we are all Indonesian. And I would let my friends to introduce themselves. Feel free, Aji. Hello, my name is Aji Resindra, and people usually call me Aji. And in this team, I'm responsible for the developing of the chatbot itself. I'm now a third-year student, PhD student in System and Control Engineering in Tokyo Tech. Yoroshiku. Okay, my name is Al. I'm the product manager and the team leader for this project. And I'm a third-year PhD student in artificial intelligence at Tokodai. And I do research in agent-based modeling and social simulation, especially for social media. Yoroshiku onegaishimasu. Hello, my name is Ridwan. I'm a first-year PhD student in computer science at Tokyo Tech. I am in charge for the web application development and our project at the Imagine Cup. Yoroshiku onegaishimasu. Okay, so I will start introducing our project. So what is Ujian? Essentially, Ujian is a platform-agnostic lightweight chatbot that helps teachers to conduct online tests by publishing tests via web app and allows students to take tests in messenger application of their choice in whatever messaging apps that's accessible in students' device. So the name Ujian came from the Indonesian word for examination or test. But yeah, so we'll see more from now. So here's the problem statement that we use for this project. I think we all know from last year, we have COVID-19 pandemic and students from all around the world has to learn remotely. They cannot go to school. However, when they want to go to school, when they want to do remote learning, they need to have internet, they need to have computer, but not many students have access to this in the other part of the world. Maybe in Japan, the facility are good enough. Most students have access to computer or smartphone, but some quite significant numbers of students in developing countries, including our home countries in Indonesia, has a very limited access to technology. So we want to make a project that would help this kind of students. And right now, there are already many online learning platforms, such as you can learn many tutorial videos on YouTube. You can take online courses from Coursera, Udemy, and so on. But one experience that is very difficult to do in remote learning would be a testing. So sometimes teachers would give students some Google forms for the students to fill. But we feel that this is not the most optimal way of conducting online tests. There are many different ways of accessing, and we want to help students in doing online tests during remote learning, especially for students who have difficulty in accessing technologies. So what kind of students would need this? Maybe it's not very easy to imagine in Japan, but let's consider Budi, Indonesian student. He is a high school student, and the only device he owns is a 2 years old Android phone that is used by his elder brother. So maybe this is not the latest model. It cannot run the latest application, which might be very heavy for the phone, and he doesn't have any computer. So it's not ideal to do remote learning. Moreover, they don't have unlimited internet access. They only have a very limited internet with packet with social media. So what kind of technology can be used for this kind of students to do online testing? So essentially, we develop two parts. One for teachers to make a web application for teachers to publish online tests and allow students to take examination in their favorite messenger like Line, WhatsApp,
Facebook Messenger, and so on. So for the technology, I would pass on to my friend Ridwan to explain into more details about this. Okay, so I will give a brief overview of the web application of our project. So the system is basically built as a place for the teachers to create and manage online tests, and also they can view the submission, the answers from the students. So for this, we used the technology that we use are Django, a Python-based framework, and also a SQL database to build the backend system. And for the front end, we used a simple HTML plus CSS and also Bootstrap to make the interface looks nicer. And the whole application is hosted on Azure App Service, which provides a very easy way to deploy a Python web application and also the database integration. Next, please. Okay, so the teacher could create online tasks using the web form provided in the application. They would use a browser from their phone or from their PC. And at the moment, only multiple choice questions are supported. So you would input the problem description, the choices, and also the correct answers for each problem. Once the form is submitted, the system will save it to the database and return and generate a unique code as an identifier for the test. And the teacher will then distribute this code to the students so they can view the problems and submit their answer from the chatbot. Next, please. Yes, so here's the interface of the web application, accessed from the browser. On the left, the most left, you can see the main page that shows the list of tasks that have been created by the teachers. Once the teacher log into the system, this is the page that they will see. Once you click the Create Test button, you'll be directed to the page to fill the form, the problem description, the choice, and also the correct answers. And once the form is submitted, you will see the unique code that is generated for the task on the right side. Right? Yes, next, please. And also you can see the answers submitted by the students in the submission page. Okay, I think for the next would be the chatbot. I will pass the presentation to my friend Aji. Okay, so for the chatbot itself, it will be like the connection between the system and the student. So basically it has features to retrieve the online tests using the test code provided by the teachers, identify student with a unique IDs, answer a question using messenger of your choice. So basically it can run in many multiple kind of messaging app. And then basically it can send the test results to the server. And for this, we use Azure Bot Service and Azure Chatbot Python SDK. Next, please. So basically, this is the graph or the flow flowchart of the bot architecture. So basically, the student via messaging app, messenger chat, connected by the bot service to take the examination in favor their messenger of choice, retrieve exam ID using test, retrieve exam using test ID, answer a question via chat, and we also use this talk to deploy the bot in multiple messenger, and it will connect it by REST API to the app service in backend to send and receive questions. And Azure also it is connected with the Azure database using Postgres SQL. So next, so this is the interface seen by the student. So basically, the first step that you have to do is to add the chat bot itself, and then first the chatbot will give you a welcome message, and then you have to register it by sending like your name, and then it will give you a unique ID. And for example, after you receive a test code from the teachers, you can input it to the chatbot, and then chatbot will receive or retrieve, fetch the questions from the web, and then start the test. And after you finish answering all of this, and you can submit it by like we show in the last images. So the challenge is, unfortunately, every messenger app has a slightly different protocol. So it is quite challenging to integrate. And then we actually need
dedicated designer for the UI and or UX development. And finally, the last one is limitation of Messenger apps itself as a target choice of online testing. So I think that's all about our what we developed. So I will give the time back to Al. Yeah, that's all for our presentation. If you have more question or there something you want to clarify, you can ask later in the Q&A session. You can also ask in Japanese. Yeah, feel free. Thank you so much. Thank you very much. Wow, complete 10 minutes. That's great. And I think very impressive. And thank you very much for elaborating in explanation your technical parts in detail. That's very great for audience. Thank you very much. あと、めちゃくちゃ字幕便利ですね。コメントにもありましたけど、完璧に翻訳されてました。トランスレーションされてました。ありがとうございました。それではですね、パチパチパチ。Thank you very much。いや、もう素晴らしい。完璧です。5分、25分まで休憩を取ります。もし、この時点で、この、チームエージェントオブチェンジの皆さんに質問がある方いましたら、そうだ、ライブスクリプトを切っておきますね。はい。字幕が来ましたけど、このチャットに書き込んでもらっても大丈夫ですし、後の Q&A セッションまで、質問取っておいてもいいですし、お任せします。はい、じゃあ一旦休憩です。25分までありがとうございました。ありがとうございます。ミュートになってましたね。何喋ってたかっていうと、休憩中もなんかちょっと喋っとかないと、急に入ってきた人が困るかなっていうので、喋っておりますが、まあ、皆さんは自由にちょっと休憩してください。いや、でもすごかったな。すごい分かりやすかったですね。プレゼンテーション。いや、良かったです。教師側と生徒側それぞれにこう対応してこうアプリを作るっていうのがすごい良かったなというふうに思いましたね。やっぱりコロナでね、全然学校の教育っていうのがこうガラッと変わっちゃって、じゃあいきなりリモートをやりなさいみたいに言われても、なかなかね、急な環境の大変できませんからね。ありがとうございます。Have a great session. Thanks. Thank you. ありがとうございます。コメント。ですね。いや、本当に素晴らしかったですね。だからそう考えて、ね、後でちょっといろいろと質問できればというふうに、来ました。ちょっと質問来ましたね。今回は LINE を使用しましたが、チャットアプリは他のものへも対応可能ですか？もし、そうですね、Q&A セッションまで取ってもらってもいいし、今答えられるようでしたら今でも大丈夫ですが、どうですか？チームの皆さんいます？Q&A にして。Q&A で、はい、わかりました。じゃあ Q&A の時に、はい、この質問取っておきます。そうですね、確かに他のものに対応可能かちょっとね、気になりますよね。いやいや。でもすごい便利ですね。もしアプリで全部こうできるようになったら。ブラウザだけだとやっぱりね、対応してない時とか Google じゃダメです。Google じゃないとダメですとかね。そう。困りますもんね。後ほどQ&A の時に質問が来ると思います。そうですね。質問ある段階でどんどんチャット欄に残してもらっても大丈夫です。そしたらQ&A セッションの時に、拾っていくので、ガンガン書いちゃってください。パチパチ。アジさん、今発表してくれたパチパチパチってパチパチの気づいたばかり。拍手のね、そう、パチパチパチっていうのを、こう8で、数字の8で同じ音なので、こう表してるってね。最初確かにね、ちょっとギョッとしますよね。なんだみたいな。そう。8888みたいな。ありがとうございます。です
ですね。ガンガンチャット欄は使ってもらって大丈夫です。はい、ということで、25分になりました。はい、では、次のチーム発表いきたいと思います。次はコス5イヤーですね。マスカーのチームの皆さんです。じゃあ、お願いします。はい、画面見えてますでしょうか？はい、見えてます。はい、じゃあ、いいですか。じゃあ、それじゃあ発表を始めていきたいと思います。私たちはマスカーという作品を今回、イマジンカップの方に、で参加しました。私たちの発表では、今回、参加した作品であるマスカーの紹介と、どうやってイマジンカップに参加する経緯に至ったのかというのと、このマスカーのアーキテクチャについて説明できたらなというふうに思っています。まずはメンバー紹介なんですけども、私たちは、飯島と、山田の中の3人でコスゴイヤーというチームで、参加しております。全員とも東京都立大学情報科学科の学部4年で、3人でよくハッカソンとかに出てて、ものづくりが好きなのが共通点となっております。今回の作品以外にも、オンラインプレゼン用のツールを作ったりなどしているので、ぜひ興味のある方は見てみてください。それでは、早速作品の方に発表していきたいんですが、早速ですが皆さん SNS に、画像とか上げてますでしょうか？ SNS でたくさん写真などを共有できるというのはとてもいいことだと思うんですけど、中には知らない人の顔が写ってたりとか、個人情報の保護という面でなかなか気軽に上げることができないなんてこともあると思います。そんな中、最近のニュースだともこうやって瞳に映ったその反射しているものから個人情報が特定されるなどのニュースも時々話題になったりもしています。そういう問題がある中で、個人情報をより手軽に隠せたらいいなということで、今回マスカーというアプリケーションを開発しました。今回の私たちのアプリケーションのコンセプトとしては、簡単にできれば SNS 映えもできるような、個人情報保護アプリを作れたらなということで、マスカーを制作しました。早速、機能紹介なんですけども、写真を読み込んで自動で顔を認識して、スタンプやモザイクで顔を隠すような機能が今回私たちの制作したアプリケーションにはついております。ただ、顔を認識する以外にも、このように顔の、表情から、表情認識によってスタンプを自動で笑顔だったり、悲しいマークだったり、怒っているマークだったりっていうのをつけることができます。顔だけではなく、またテキストなどにも対応していて、車のナンバープレートなども隠すことができます。はい。では実際にデモに移りたいと思います。こちらが今回作成したサイトなんですけど、写真をまずアップロードして、フェイスをチェックつけて実行ボタンを押します。この間に顔の認識を行っていて、このように顔に番号がついています。で、今回、モザイクをつける人にチェックをつけて、モザイクやスマイル、あと、表情認識を自動で行うオートのモードを選択できるというような仕組みになっていて、実行を押すと、このように、処理された画像が返ってくるという仕組みになっております。使ってもらった、フィードバックとしては、SNS にアップロードする前に本当にこの画像を上げていいのかっていうのを考える時間ができるっていう効果もあって、あと簡単に使えるっていうところを評価、フィードバックとしていただきました。で、今後欲しい機能としては、ビデオ対応、こういう Zoom のYouTube ライブの顔を隠すとか、隠して公開するとか、あとマルチデバイスで使えたら良いっていう話でした。で、このように日本で個人情報を SNS とかに書かないように気をつけている人が 86.2% の人が、いるっていう統計があったので、そこの人たちをターゲットにしていこうという形です。これまでが、マスカーの、紹介だったのですが、これからはイマジンカップに参加する前の経歴を簡単に紹介したいと思います。まず、イマジンカップを知ったのが、2020年の5月で、Azure 自体を知ったのが3月という比較的最近のことでした。で、ハッカソンに
その前、参加するようになって、その参加するきっかけっていうのもコロナで暇だったからっていうのと、あと僕が、飯島に誘ったんですけど、10分後にいいよって来て、ノリが軽いっていう感じで参加しました。で、参加する中で実際に作ってみようということで、フラスクと Azure Web Apps で簡単に、URL から参考文献を自動生成のツールを作って、ハッカソンに使えるんじゃないっていうことで、いろいろ作っていきました。で、そのように、いろいろハッカソン、Azure を使ったり、ハッカソンに出ていって、次の目標として学生規模の、日本の学生規模か世界の学生規模へということで、最初に、知ってたイマジンカップがいいんじゃないかっていう話になりました。で、去年の12月にイマジンカップの、日本のプレイイベントに参加したんですけど、その時に思った以上に時間がないっていうことに気がついて、締め切りはしてたんですけど、何を準備するかっていうのが分かんなかったので、12月、1月に、だいぶ急いでやりました。で、アイデア出しをしたんですけど、自動分別のゴミ箱とか、いろいろ考えたんですけど、時間がなかったので、今まで作ったマスカーをアップデートする形で出しました。で、2021年の1月に、マスカーを修正したり、あと、プロポーサルや、あと、英語のプレゼンを作成して、MS アンバサダーの竹内さんや、マイクロソフト鈴木さんからフィードバックをいただいて完成しました。最初も言ったんですけど、Azure で作り始めて、半年でイマジンカップを参加して、まだ去年の今頃は何もやっていないっていう状況なので、もし見ている方で気になる方は、ぜひ参加してみてほしいなと思います。次に、この半年で学んで作った技術について詳細に紹介したいと思います。はい。では僕の方からは、マスカーで使われている技術面について、このような形で簡単に説明しようかなというふうに思っています。まず、アーキテクチャっていうか、大体の処理の流れですね。プレイヤーじゃなくて、クライアントが、画像をまず取って、マスカーのフロントに送ります。で、サーバー側でサーバー側に画像をアップロードして、で、サーバー側が顔を、認識した画像を返ってきて、で、先ほども動画であったように、顔と、検出された顔と ID が返ってくるので、じゃあこの1番と5番の顔を隠したいですっていうのを、また、クライアントの人がサーバーに送ります。で、それでまたサーバーが最後に処理された画像を返すっていうような、シンプルな仕組みになっています。で、その裏で顔検出とかに、Azure のいろんな API とか、普通に Azure のストレージとかを使っているっていうような感じです。はい、で実際に顔の ID を選ぶっていう部分がこれですね。左の画像に検出された顔と ID が振られていて、で右の1、2、3、4とかいうところで隠したい顔の ID を選ぶっていう風な感じになっています。はい、で、詳細なアーキテクチャっていうのはこんな感じになっています。そうですね。バックエンドで基本的に全て Azure を使っているかなみたいな感じですね。API として使っているのはコンピュータービジョン API とそうですね。コンピュータービジョン API とあと Face API っていうのを、使っています。はい、で、まず画像処理の中身や変化なんですけれども、そうですね。画像処理は、どういうふうに画像じゃ顔認識しているかっていうと、これは Azure のさっきもほど言った Face API を使っています。Face API を使うと、何ですかね。Face API が、画像、顔のところの関係情報、関係はその四角形のことなんですけど、四角形の座標4点を返してくれるので、それを取得して、その顔に ID を振るということをしています。で、テキスト認識もあるんですけど、テキスト認識はコンピュータービジョン API というのを使って、先ほどの Face API と同じように4つの点の関係の情報が返ってくるので、座標が返ってくるので、それを取得して、モザイク処理部に投げるみたいな感じをしています。はい。で、あと画像処理部の、表情認識ですね。表情によってスタンプが変わるだったんですけれども、これも先ほどの Face API で4点の座標を取得するときと同じように、4点の座標を取得したときに同時に感情っていうのも取得できるので、それで感情っていうのを、表情認識っていうか、表情によってスタンプを変えるっていうことをやっています。はい。で、そうですね。で、モザイクをかける部分ですね。モザイクをかける部分は、OpenCV を使ってモザイクをかけています。そうですね。顔のある部分を切り出して、モザイク関数をかけるみたいなことを、やっています。で、じゃあ、モザイクかけ、じゃあ実際に、じゃあ、そのスタンプのモザイクをどう合成する、合成、そうですね、スタンプの合成の部分なんですけれども、スタンプ合成するのはどうやってるかっていうと、回転っていうの、その単形っていうのが、ちゃんと角度も考慮されていて、30度とか曲がってたりするんですね。それだとちょっと普通に画像を合成することは難しいので、アフィン変換を利用して、一回画像単形回転してる分だけ画像を回転させて、合成して、また元に戻してみたいなことを繰り返して、
はい、画像合成をしています。はい、ちょっと簡単な感じなんですけれども。はい、で、とりあえず、技術面のところは以上で、これで発表はしていただくんですけれども、先ほどもあったように、僕たち結構なんですかね、ノリでイマジンカップに参加しているっていうところが多くて、全然まだ技術の未熟なところもあるんですけれども、一回参加すると本当にいろんな面で学べることが多いと思うので、今回これを見ている方でもし興味があるなって方は、ぜひ参加していただきたいなっていうふうに思っています。本当にこの1年後っていう、1年後の自分がすごい成長していると思うので、ぜひ参加してみてください。はい、ではこれで発表はしていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、すごい。2チームとも完璧10分。すごすぎ。すごいです。もう本当技術もすごい野中さんから丁寧に説明していただいて、とても聞いてる方も分かったんじゃないかなというふうに思います。本当にありがとうございます。ノリは大事だよというコメントもいただいておりますので、全然いいと思います。どんどんノリで開発していきましょう。はい。ということでですね、2チームの発表が終わったところで、ここから、質問タイムとなります。そうですね、発表した、方の、そうですね、リーダーの、そうですね、じゃあ山田さんと、アルさん、とりあえず、顔を、今みたいに開けていただいて、もし、他のメンバーに、質問がいったときは、皆さん、質問答える人が、ミュート解除と、映像ですね、はい、映すようにしてください。では、そうですね。まずじゃあ、チームエージェントオブチェンジの、皆さんに質問が来てましたね。そうですね。もし質問ある方、チャットにどんどん書き込んでください。そこから拾って、僕たち質問します。僕たちとか質問しますので、はい、お願いします。先ほどの、質問ですね。じゃあ、チームエージェントオブチェンジの皆さん。今回は、LINE を使用しましたが、チャットアプリは他のものへも対応可能でしょうか？アルさん。質問、大丈夫です。大丈夫です。はい。ファイナルまで LINE と Microsoft Teams のチャットで使用できましたけど、実際的にその Microsoft チャットボットのもっといろいろのメッセンジャーアプリで接続ことができる。そうね。でも、多分一番問題のはインドネシア、例えばユースケースはインドネシアでしたね。でもインドネシアで一番人気のメッセンジャーアプリは WhatsApp。WhatsApp ならば、Microsoft Azure のボットサービスが直接接続することができない、WhatsApp に。だから、どうかな。その、問題設定とこのプラットフォームのできることがちょっと合わない。合わないんですね。そうできるとことプラットフォームの設定というか、ところがちょっとうまく相入れないから、だからちょっとそこがやっぱこういろんなアプリをこう全部使えるようになるところではチャレンジというか、こう超えていくところですね。ありがとうございます。いや、でもすごいですよ。LINE ではそこまで動かせるもの。僕はもう全然救えない。もう素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他質問ある方いらっしゃいますでしょうか？そうですね。じゃあ、僕の方から、ちょっと用意していた、質問を何点かさせていただければと思います。じゃあですね、そうですね。じゃあ、次、マスカーチームに質問しますね。はい。先ほど、スライドの中でですね、インプルーブメントポイントとして、ビデオ対応マルチデバイスっていうのを挙げていただいたんですけど、ちょっと詳しくその辺どういうふうにこう改善したいか教えてもらえますか？はい。ビデオ対応の方については、先ほども簡単に紹介したんですけど、こういう Zoom の、録画とかに、このマスカーをかけることで、顔を認識して自動で、スタンプかけることで、YouTube にアップロードとかしやすくなったり、あと、個人に、そうですね、マルチデバイスの方とも関係するんですけど、その個人を認識して、その人に、特定のアイコンをかけたりとか、そういうこともできるのではないかなっていうふうに考えています。なるほど、わかりやすい。ありがとうございます。いいですね。それができるようになると、もっともっと改善できるようになるということですね。ありがとうございます。
じゃあ、次はですね、お二方、両チームに、質問します。皆さんの、役割ですね、ロール、What is a role? について教えていただければと思います。じゃあ、Team Agent of Change から、英語でも日本語でも大丈夫です。じゃあ英語に。はい。So yeah, my role in this team is the project leader and the product manager. So I do everything that is not technical, but I do make the product requirement and what kind of features that it should include. And Aji, he is the sole developer for the chatbot. And then Ridwan is the sole developer for the web application. And yeah, I just help here and there to connect with the Azure and writing the proposals. Okay, thank you very much. If you are okay, so please show the Aji-sans and yes, your picture, yeah, Ridwan-sans. Yes. アジさんが、今手挙げてるですね。アジさんが、そうですね、生徒側のチャットボットの開発の方ですね、主に、担当して、で、リドワンさんですね、もう一人のリドワンさんの方が、ウェブアプリケーション全般と、あと教師側の方のアプリケーションをこう担当されていると。で、マハマドさん、アルさんは、チームのプロジェクトリーダーで、技術以外のところを結構やっているという感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、山田さんたち、イヤーの皆さんもお願いします。はい。僕たちのグループは、バックエンド、僕と野中がやって、フロントエンド、飯島がやって、飯島とあと野中がやって、野中が両方のつなぎ合わせとかをやっている形です。で、今回リーダーは、一応僕なんですけど、毎回、ハッカソンに参加するたびに LINE の網だくじで、リーダーを決めている形で、今回はイマジンカップの時は僕になったっていう形で、みんなで意見をお互い出しながら作っているっていう形です。いいですね。LINE の網だくじでリーダーを決めるってまた新しい感じの。面白いですね。なんかそういう感じでもいいですよね。なんか全部をこうつけるよりもね。まあ、いろいろタイプあると思いますけれども、その方がこうノリで開発できるかなっていう感じもします。ぜひ、もしよろしければ、飯島さんと野中さんも顔を出してもらって、置いてもらってください。ぜひ。ありがとうございます。飯島さんがメガネかけてらっしゃる方ですね。飯島さんが、フロントエンド、ですね、全般。で、野中さんがフロントエンド、バックエンド両方ということでやっていただいて、今日説明していただいた野中さんの方から、技術的なところは全部説明していただいたということですね。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。顔出してもらってありがとうございます。じゃあ、次ですね、また各チームごとの質問に戻りたいと思います。じゃあ、まずはチームエージェントオブチェンジの皆さんですね。なぜ、イマージンカップに、出場しようと思ったのですか？ Why did you decide to participate in Imagine Cup? So the two of us, so Aji and I are already 博士3年生。だからまだ学生として何がまだ学生としてできることと考えました。なるほど。Because of that, we were thinking of doing something that only students can do. And so in Tokodai, there's a friend who won the, I think, Asia level in 2016. So yeah, we got inspired from her, and I think it's good for our experience. Yeah. いいですね。2016年にお友達、ご友人の方でイマージンカップに、出て、地域決勝を突破された、リージョナルファイナルをそうと思います。取って、それで、それにこうインスパイアされて、はい、で、また、そうですね、履歴書の方にも、レジュメにも書けるから、経験として書けるので、ってことですね。いや、はい、いい理由だと思います。ぜひぜひそういうことで、できた。そうですね、今コメントもありました。むしろ学生のうちにしかできないから、そうですね、今本当に博士3年というこの時期で、ギリギリでこうできたので、すごい貴重な、プレシャスなエクスペリエンスだと思います。経験だと思います。ありがとうございます。来ました。質問来ました。じゃあこれ、お二方、両チームに質問したいと思います。
もしもう一度チャレンジして優勝を目指すなら、今の、アプリケーション、どんな変更をしたいですか？どんな変更をしますか？Yeah, if you are challenging to again to the Imagine Cup, so what is the modification? What will you change your present application? アプリ面でも開発プロセス面でも、not only application, but also the development process. Is that okay? じゃあ、どっちからいきます？じゃあ、どうしようかな。じゃあ、アルさんから、またエージェントオブチェンジの皆さんからお願いします。Okay. So I think what we realize is that online testing using chatbot is actually not very optimal. I mean, of course, it's not optimal. If people has the right condition, they wouldn't use this application in the first place. They would use a normal computer, use a proper website to do this. But I think some of our discovery is that we wonder for people who are really limited with internet access and device limitation, we wonder what kind of limit we can push in doing remote learning using web application. So for example, some people might not be able to watch lecture freely on YouTube because of data limitation. But let's say in Indonesia, you can have unlimited WhatsApp data. But then if the WhatsApp data is unlimited, you can watch video through WhatsApp instead of YouTube. Also, for example, if your internet connection is slow, maybe instead of getting live recording, you can get summary of what the teacher is explaining in a form of text. So even though conditions are limited, but we wonder what kind of limit we can push in conducting online learning in messaging application. Okay, thank you very much. WhatsApp、そうですね、回答としては、インドネシアでは WhatsApp はフリー、アンリミテッドなんですか？動画の。そういうプランがたまにあるんじゃないですか。例えば、LINE モバイルで使ったら、LINE が使い放題。はいはいはい。あ、そういうのに WhatsApp。だったら、なんか、もし YouTube をなんか見ないように、すべてのことがやっぱメッセンジャーアプリでできるようになると。はい、それがインドネシアだと WhatsApp でできるようになる。例えばね。なるほど。そういうのをこう踏まえて、各国でそうですね。今だとちょっとそのオンラインラーニングにはちょっとノットオプティマル、最適ではないから、そこをオプティマルにするように、そういうのを使ってってことです。はい。なるほど。素晴らしい。Wonderful。ありがとうございます。Thank you。じゃあ、山田さんの方もお願いします。はい。まず一番最初に感じたっていうところが、その準備不足が、やっぱり時間がなかったのが大きいのかなっていうのがあって、今回、ウジアンさんのプレゼンとか見させていただいて、ペルソナとかそういうしっかりと土台が作られて、伝えるのがうまいなっていうのをすごい感じたので、そこの部分を、まず改善したいなっていう開発プロセス面の部分ですね。で、実際に、技術面としては、そのカスタマイズ性をより高めていけたらなっていう、先ほども言ったような、その、当てるスタンプの数をカスタマイズできたり、パーソナライズできるようなものを付け加えたかったなっていうのがあります。ありがとうございます。両面について、開発プロセス面では、そうですね、もうちょっとこう時間を取って。そうですね、12月の時点で初めてどういうことをやるかを知ったので、やっぱりそこのスタートダッシュがちょっと遅かったのかなっていうので、そういうペルソナとかそういう部分が弱かったのかなっていうのがあります。ありがとうございます。そうですね、今、スタートダッシュの話が出ましたけど、今、もし聞いてる中でイマジンカップ申し込もうかなと思ってる方は、そうですね、実際に資料を書いたりとか、実装するのは後でもいいんですけど、なんかアイデアですね、アイデア出しっていうのは結構短時間でできるものでは多分なかなかないので、結構もう早い段階から出そうかな、こういうアイデアでいこうかなみたいなのを相談できる。
なんかこう、相談壁打ちみたいなのしたりとか、こうチーム作っちゃってもやったりとかっていうのが、こうできるようになるといいかなっていうのが思います。まあ、僕たちももうすでにあったものをこう出したりとかしてるので、やっぱこうアイデアの部分っていうのが多分一番時間がかかるから、そこですよね。もうちょっとこう話し合う時間をこう取った方がいいかなという感じですかね。はい。ありがとうございます。Okay, thank you. ありがとうございます。質問していただいた、石井さんありがとうございます。はい。で、他に質問ないですか？ないかな？ではですね、あと1問ずつ、質問して、最後、まとめとさせていただきます。そうですね、まず、じゃあ、チームエージェントオブチェンジの、皆さん。Yeah, so there are a lot of online education tools called MOOC, such as edX, Coursera. So what is the superiority against them? はい。既存のオンラインコースには、いろいろ、まあ、オンライン教育ツールというのはありますが、まあ、それとのこの優位性はどこにありますかという質問です。じゃあ、お願いします。So up until this project, we focus on testing only. So because yeah, the concern is people with limited feature smartphone, limited data, just make students just put minimum effort for students to access this kind of test. So we emphasize a lot on accessibility towards students who are less privileged. If I mean, if they have good internet, good computer in the first place, they wouldn't need our product actually. Yeah, we are targeting to the least access students with least access compared to book. Thank you very much. そうですね。まずこのアプリはテストに、主体を置いていますということで、で、オンラインになるとどうしてもこうブラウザがこういうのじゃないと、要はリミティド、限られてしまうオンラインブラウザがある、オンラインブラウザ限られてしまうので、それですごい地域によっては不便を被ってしまうところが多いよと。まあ、なので、SNS アプリを通じてこうフリーにこうテスト実際にできるようになったりするとすごい使えるかなと。だからすごいもうお金もあってこうインターネットがつながるところだとちょっとこのアプリは見ないけど、でもそうじゃなくてやっぱ制限があってある程度こうそうですねこう通信とか教育受けるのにこう不便があるところでこうテストをこう簡単にオンラインでできるっていうところがすごい強みですよというふうにおっしゃってもらいました。Thank you。ありがとうございます。じゃあ、山田さん、最後の質問なんですけど、ちょっと野中さんのところでちょっと質問したいんですけど、はい、OpenCV や画像合成、Azure の API など、さまざまな技術をもう駆使されてるんですが、そのような技術はどこで学習したんですか？そうですね、一番最初に、その Azure Web Apps について学んだのは、その最初のアプリケーションを試しに作ってみたっていうのを、ほぼ聞いたと、あと、MS Learn のドキュメント見たりっていうので、少しずつ始めて、ほとんどネットの情報だけで学んだっていう形です。あ、ネットの情報だけで学んだ。はい。本とかそんな買ってないですね。すごいですね。今ネットを見て何でもノートとか聞いたとかありますかね。ありがとうございます。はい。そうですね。他質問ないですか？大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。それではですね、最後に、皆さん、各チームからメッセージですね。今年、イマージンカップに出場する方へのメッセージですね。Please tell the message to next year's Imagine Cup participants. So from your team. じゃあ、アルさんから、お願いします。So yeah, I mean, not much, but I think it's really good opportunity to do so. But I think if you can put more effort on having a good problems to solve, I think this would be the most important point with respect to competitions. So so I mean, this is a technology solution competition. So if you can match the solution and technology very well, I think you can go far with that. Thank you very much. 課題と解決するってことですね。課題解決とこの技術っていうのをこううまくマッチさせるっていうところが、
まあ、ポイントですよと。はいこのイマージンカップのレーティングのね。ありがとうございます。Thank you. じゃあ、山田さんからも、はいお願いします。プレゼン中も、何回か言ったんですけど、まだ1年経っていなくて、去年の今頃は特に開発とかもしてなかったので、ぜひ今見てる方たちで参加してみたいとか、興味あるって思った人でもまだ全然時間があるので、いろいろ調べたり、ノリでやってみたりしてみてほしいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、今日本当に、2チームの皆さんからも本当に多くの技術もそうですし、開発プロセスもそうですし、本当にいろんなことをこう学べたんじゃないかなと、来年出場したい方に対しては本当にいい感じになるんじゃないかなと、いいメッセージになったんじゃないかなと思います。ノリで頑張りますと言ってくださってる方もいますので、はい。面白かったです。学生に戻りたい。そうですね。この大会やっぱ学生というところがね、一個ポイントですので、ぜひ学生中に、聞いてる方で学生の方いたら、学生中にこうできる貴重な、経験ということで、ぜひ出てもらえればなというふうに思います。はい。じゃあ、せっかくですので、最後、今日、話していただいた皆さん、オンにしていただいて、カメラを。どうぞどうぞ。カメラをオンにしていただいてですね、そうですね。ちょっとスクリーンショットですね。ちょっと撮りたいなというふうに思います。じゃあ行きます。はい。チーズ。One more. はい。One more. 3, 2, 1. OK. Thank you. ありがとうございます。いや、本当にもう素晴らしい。素晴らしい回でした。もう本当にありがとうございます。皆さん本当に今日はありがとうございました。今日参加していただいた方もですね、本当に最大24、5名近くいました。本当に皆さんの多分技術に興味を持っていただけた方だと思います。本当に今日はご参加いただきありがとうございました。本当にいい講演でしたね。いや、ちょっと感動しました。主催してる側として。ぜひ今日話していただいた皆さん、来年以降ももし機会があれば、ぜひ登壇お願いできればと思います。また12月にですね、毎年やってるプレイベントですね、もう出願がまたこう締め切りになって、さっき山田さんが話してた、ちょっと12月プレイベントがあって、そこでこうイマージカップのことを知れてるっていう会ありますので、ぜひそこにも参加していただければと思います。あと今日聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。この後この動画 YouTube にも上げますので、ぜひ、それを見ていただければと思います。で、最後ですね、アンケートが、あります。アンケートがあります。今、リンクをですね、貼りますね。私の方から貼ります。はい。よいしょ。こちら参加者のアンケートとなっております。こちら Google フォームですね、クリックしていただいて、こちらから、本日の感想などなど、いろいろ書いてありますので、ぜひ、書いて、送信してください。今後のフィードバックの、向上にもつながりますので、ぜひお願いします。そうですね、あと先ほどちょっと冒頭でも言いました、イマージンカップジャパンコミュニティスラックコミュニティの、もし入りたいという方いたら、ぜひメールアドレスをですね、フォームの中書いていただくと、入会していただくと。今日お話ししていただいた2チームの方もすでに入っておりますので、自由にそこ入っていただくと聞けると思います。どしどし聞いちゃってください。はい、ということでですね、皆さん本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、こちらをもちまして、本日のイベント終了とさせていただきます。本当に今日は参加者の皆さん、登壇者の皆さん、誠にありがとうございました。では、ぜひ来年のイマージンカップでも、そうですね、参加者が出て、このような機会を設けられたらいいなと思ってますので、ぜひ参加してください。お願いします。今日は皆さんありがとうございました。